おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。本日も質問&リクエストフォームから取り上げたいと思います。いつもためになる動画ありがとうございます。質問よろしいでしょうか。ギター制作、リペアをする人のギター演奏力はどのぐらい必要でしょうか。というのも、とあるギター自作ブロガーが良いギター制作をするには演奏力や音楽理論も必要だと考えています。プレイヤー目線からギター制作を見れるからみたいなことをおっしゃっていたのですが、僕的には頭の中がハテナでいっぱいです。最低限の演奏力基本的なコードが抑えられたり何かしらの曲がちょっと弾けるなどは音質の確認に必要だとは思いますが、音楽理論ともなると本当かと疑ってしまいます。それよりももっと制作技術を磨いたりする方が大事なのではと個人的には思います。もちろん制作と演奏の両方がうまいことに越したことはないと思いますが、仁さん的にはどう思われますか。こういう質問をいただきました。ありがとうございます。先に私の考えを言いますと、まず音楽理論までは必要ないと思います。もちろん音楽理論って持ってれば作曲する時とかには非常に強力な武器になるとは思うんですね。実は私も音楽理論知りません。わかりません。自分で作曲とかしてたんですけれど、本当にもう全部感覚ですね。例えばソロのパートとかを考える時でもなんか適当にこうやって弾いてるうちにここ響きがいいなとか、ギター2本でソロを弾くっていう時にはハモリの部分とかはもう弾きながらハモってるな、じゃあこれでいいんだなっていうような、そういう感覚で作曲したりしてました。で、私はベーシストなのでギターっていうのはあくまで本業であるベーシストの傍ら、ギターは作曲の時にギターを弾いてたっていうスタイルなんですけれど、で、最低限の演奏力、基本的なコードが抑えられたり、何かしらの曲がちょっと弾けるなどは音質の確認に必要。この方がおっしゃってるこの文面から判断すると、初心者に毛が生えた程度に聞こえますよね。この最低限の演奏力っていうのは。これは個人の制作家とかリペアマンを目指すのであれば、このぐらいの演奏力では全く足りないと思います。まず制作家の話からしますね。個人で楽器制作家っていうものを目指すのであれば、全て自分でコントロールをして、常により良いもの、想像して、改良して、前へ前へ、上へ上へと目指し続けないとダメだと思うんですよ。どんな世界でもそうでしょうけれど、それに必要なものっていうのは、自分が作った楽器というものが出す音、サウンドが良い悪いのか、判断力がまずないといけないですね。で、それから自分が作った楽器をプロの奏者、ギタリストなりベーシストなりが弾いてみて、弾きやすいギターになってるのか、そういう仕様になってるのかっていう判断力も必要ですよね。で、裏を返せば、その判断力を持つには、初心者に毛が生えた程度、ちょっと数曲ポロポロ弾けますよ程度じゃわからないと思うんですよ。その良し悪しっていうのが。なので、個人で制作家を目指すのであれば、極論ですけれど、初心者では多分務まんないと思いますね。で、一方、ある一定規模の製造工場とか組織の中で楽器制作の一部の工程を担当していくのであれば、極論で言いますと全く楽器を弾けなかったり、初心者程度でも務まると思います。で、それは自分が任された製造工程の部分、その部分をしっかりこなすことさえできれば、そのスキルを持ってさえいれば、そこで仕事をしていく分には全然務まると思うんですよ。自分がギターが弾けなくても、そこの工程さえ分かってちゃんとしっかりやればできますよね。そういう組織の中で任されてやるんであれば、全く演奏力とかっていうのはなくてもいいと思うんですね。もちろん手先の器用さとかそういうのはある程度必要だと思うんですけれど、ただ雇う側からしてみればこいつすげえぞみたいな、そういうぐらい弾ける人を雇った方が
会社の宝にはなりますよね。そういう人からの、ここをこうしたらどうだろうとか、ああしたらどうだろうっていういろいろ意見が出てくるじゃないですか。会社にとってはいいことですよね。そういう人間が多ければ多いほど。で、次にリペアマン、修理屋さんの話です。リペアマンであっても、演奏力は初心者に毛が生えた程度のレベルでは務まらないと思います。例えば、プロのギタリストの方が相談に来られて、目の前でこうバーッとこう弾いていて、ほら、見て、ここのフレーズで、ちょっとここが気になるんだよなとかっていう微妙な部分ってあるじゃないですか。ここを直してほしいっていうふうに言われた時に、その演奏を見せられて、自分がある程度の演奏力がないと、そのプロの方が目の前で弾いている出来事を理解できないと思うんですよ。今何やったのみたいな。ポロポロ弾けますよぐらいのレベルだと、本当にわからないと思うんですよね。相手が言ってることを理解できないというか。なので、リペアマンであったとしても、ある程度の演奏力、中級レベルぐらい、もう散々若い頃からガンガン弾いてましたっていうような、そのぐらいのレベルは必要だと思います。ちなみに、私はベーシストなんですけれど、どのぐらい弾けるかって言われると、今 YouTube とかでいろいろすごいテクニックとか見ますので、そういうレベルにはもう程遠いんですけれど、ドリームシアターが好きなので、Season from a Memory。このアルバムを完コピしました。ベースでですよ、ベース。99.9% 完コピして、残りの 0.1% はどこかっていうと、The Dance of Eternity。この中のベースのソロがあるじゃないですか。あそこはね、いくら頑張っても、コピーすることできませんでした。このアルバムを丸々1曲目から最後まで完コピできたのは、離婚した直後でしたね。皆さんもね、一度離婚というものを経験されると、非常にね、なんかこう、得体の知れぬね、パワーが出るんですよ。でもう、何クソやってやれみたいな感じで、このアルバムをもうひたすらコピーしまくって、で、最後には全部素直に弾けるようになりましたね。ただ、このアルバム、1曲目からずっと通して最後まで弾こうとすると、もう最後にはもう手がね、もう痙攣するかぐらいのね、疲労度になります。ギターでは、同じドリームシアターでアウェイクっていう曲、アルバムのエロトマニアですね。これは一生懸命頑張ってギターのパートは弾けるようになりました。まあベースも弾けるんですけれど、当時はですよ、最近はここ10年ぐらいアウトドアにはまってしまって、本当にギターはですね、お預かりした楽器をこうチェックで弾くっていう時ぐらいですね。で、まあ散々バンドもいろいろ経験してきたので、なんかこう今自分の中では人生の中でちょっとまあ音楽は一休止でいいやみたいな、そういうポジションにいますね。あ、そうそう、つい先日この前納車されたデリカで、初めての初キャンプをしてきたんですけれど、やっぱりいいですね。大きいっていうのは正義だなって思いました。で、あいにく雨に降られてしまったんですけれど、ザーザー降りでも、そのハッチバックがこう屋根になって全然こう荷物の出し入れとか雨に当たらなくて済むんですよね。当然キャンプ場なので砂利道とかだったんですけれど、四駆なので全く苦なくスムーズにキャンプができました。はい、ということで、まとめ。世界中にいろんな人がいるので、必ずしも多くの制作家の人がかなり弾けるかっていうと、そうではないと思うんですよ。で、中には、例えば有名メーカーの創始者で、全く楽器が弾けない人とかっていうのもいると思うんですね。確かスタインバーガーがそうじゃなかったでしたっけ？あの人確か、もともと技術屋さんで、なんか友人かなんかに頼まれて、楽器作りを始めたっていう人でしたよね。そういう人もいると思うんですけれど、必ずですね、すごく近いところにプレイヤーがいるはずなんですよね。で、そのプレイヤーの人とタッグを組んで、ここをこうしたらいい、ああしたらいいっていうような、こう、ディスカッションを経て、一つの楽器が生まれてくると思うんですね。
で、リペアマンの場合に関して言えば、もうすでに完成されたある一つの楽器を相手にするので、直すポイントさえ知っていれば、それほど演奏力がなくても、ある程度は務まると思うんです。ただし、プロが頼るような、そういう、技術力が高いリペアマンとか、やっぱりある程度自分自身も演奏力が高くないと、その相手のこう欲求とかそういう相談に対して答えられないと思いますから、そういう演奏力っていうのは必ず必要だと思います。もちろん必ずって言っても世界が広いので本当にいろいろな人がいると思いますよ。全然弾けなくてももうちゃんともうプロのリペアマンとしていろんな人から信頼を得てやってる方も当然もう多くいらっしゃると思いますし、それぞれだと思うんですけれど、まあ早い話がこの方が最後にこう言ってる通り、制作と演奏の両方がうまいに越したことはないと思います。まあ越したことはないですね。以前にあった話なんですけれど、北海道で家具を製作している方が関東に住んでいる仲介役を通して、その仲介役っていうのはプロデュースをする方ですね。を通して、いわゆるオーダーメイドブランドの楽器を、ギターを、制作販売していこうっていう話があったんですけれど、でその際に私のところにもそのプロデュースをする方から、連絡をいただきまして、で最終的にセットアップ調整を私のところで、できないかっていうことでプロトタイプを一度持ってきてもらったことがあるんですよ。で見せていただいたことがあるんですけれど、見た目綺麗にできてるんですね。すごく非常に綺麗にできてるんですよ。でただし持った瞬間にって違和感を感じたのを今でも覚えてます。よくよく聞くとその家具を製作している方っていうのは確か楽器は弾けないんだか、まあ初心者レベルだか、何が違うかってネックの微妙なシェイプだったり、シェイプって言っても例えばネック材から指板材のところに行くその微妙なカーブの部分だったりとか、ネック裏から、ヘッドの裏側に続くそのシェイプ加工の微妙な違いだったりとか、まあいろいろあるんですけれど、楽器を弾かない人、あまりよく知らない人が作ったものっていうのは小綺麗にすごくできてるんですけれど、やっぱり違うんですよね。個人の制作家を目指すっていうことであれば、それこそもう若い頃からもう本当にギターとかベースにのめり込んで好きでしょうがなくて、でもうしまいには自分でこう一本のギターを作ってしまうに至ったっていう方が多いと思うんですけれど、ある程度の演奏力、まあ初心者に毛が生えた程度のレベルでは個人制作家としては全く務まらないと私は思ってます。せめて中級レベル、中級ってもどこが中級、じゃあこのフレーズが弾けたら中級なのかっていうとそういうことはないので一概には言えないんですけれど、かなりこの人ギターなりベースなり弾けるんだねっていうようなそういうレベルでないと、個人制作家としては務まらないと思います。一方さっき言った通りどっかの製造工場、小規模、生産工房とかそういうようなところで働くんであれば演奏力がそれほどなくても自分のパートさえ作業することができるんであれば演奏力は必要はないと思います。この業界に入ってくる方っていうのはもう多かれ少なかれ楽器が好きで入ってくるっていう人がほとんどなので、やっぱり皆さんねそれぞれ弾けるんですよね。本当にこうポロポロとしか弾けないっていう人にはあんまり出会ったことはないですね。ほとんどいないですかね。やっぱり皆さんそれぞれこうバンドをやってたりとかバンド活動してたりとか、本当に自分が好きで趣味としてまずギターなりベースなりをやってるっていう人は本当に多いです。はい、ということで今日はこんなお話でした。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは。